皆さんこんにちは、せっこちゃんです。今回のモチーフはチョココーティングのドーナツです。以前描いたドーナツで他のドーナツも描いてほしいリクエストがありましたので、今回選んでみました。どのように描いたら良いでしょうか。一緒に頑張ってみましょう。観察してみましょう。凸凹が表面にたくさんありますね。穴の形が少し三角っぽいですね。穴は丸と思い込んでいる場合がありますが、このように観察で気づいてみましょう。溶けたチョコの部分、意外と厚みがあります。まず大きく丸みを捉えます。厚みを捉えます。表面の凸凹を捉えます。表の面を捉えていきます。このように捉えることができました。デッサンではこの面を参考に立体感を出してみましょう。手前と奥はこのようになります。手前を強めに描いて奥を優しく弱く描き、立体感を表現してみましょう。特に初心者さんは作画の時ずっとこの手前と奥を意識しながら描きましょう。まず薄く大きく丸を描いていきます。穴の形に気をつけます。三角のようになっています。表面や厚みの凸凹の形をざっくり描いていきます。大まかに描けたので面を作っていきます。チョコの部分は濃いめにします。面の凹凸を意識します。全体的に描けたのでティッシュでぼかして練り消しで整えます。アウトラインを薄くしていきます。細かく描いていきます。際を細かく凸凹させながら穴の形を描きます。少し丸みを帯びながらタッチを入れます。手前を凸凹させながらチョコを描きます。回り込んでいるカーブの厚みをしっかり意識しましょう。表面の凸凹にチョコを乗せていきます。細かく鉛筆を動かしてへこみを濃くするなど工夫していきます。適当に凸凹させるのではなくモチーフの凸凹を観察して描いています。観察して描かないと同じようなパターンの凸凹が続いてしまいますので注意です。チョコの濃さを基準に他の部分を描いていきます。際を大切にします。こちらの表面の凸凹を表現します。
チョコの部分よりは薄く軽く濃淡をつけます。端っこはボロッと崩れた感じがあります。丸みを表現するタッチを入れます。一箇所に集中せず全体的に描き込んでいきます。この辺りはへこみが目立つ部分なので、タッチの向きに気をつけて表現します。端の崩れそうな部分は、側面を描いていると意識して描きます。残りの凸凹も大きく面を捉えてから細かく描いていきます。手前と奥で書き込みを変えます。チョコの色味と比較しながら凸凹を描きます。集中しすぎて濃くなりすぎないように注意です。影を水平に描いていきます。水平に描くとモチーフが台に乗っているように見えます。軽くぼかします。内側の影も忘れずに。そろそろ仕上げになります。完成しました。いかがでしたでしょうか？ドーナツの表面の凸凹を捉えることが大変でしたね。あとチョコの色味の濃さを基準に他の部分の色味を決めるなど考えながら描いてみましょう。この動画が参考になりましたら幸いです。それではまたお会いしましょう。